こんにちは。漫画一巻だけレビューの時間だよ。本日のテーマはこちら、放課後帰宅日和。あ、これはあれですね。ちょっと変わり者の女の子に振り回される系の漫画ですね。そうそう。こういう系の漫画、一時期いっぱい出ましたよね。高木さんとか長虎さんとか、女の子に振り回されつつ、いつの間にかその子に惚れちゃったみたいなやつですよね。そうやって一括りにされちゃうと、ちょっとやりづらいんだけど。ウケる。どんなお話かというと、中学校の頃はサッカーのすごい選手だったのに、足を怪我してスポーツ全般できなくなっちゃって、なんか色々無気力なまま高校進学して、そんな時にちょっと変わった女の先輩にハイパー帰宅部に誘われちゃって、そのままずるずる一緒に帰っているうちに、なんかお互い惹かれちゃう、みたいな、そんなお話。ハイパー帰宅部って何ですか？ちなみに、学校には当然部活として認められてない。SOS 団みたいな感じですか？まあ、その女の先輩、佐藤直樹自体が問題児扱いされてるのは事実。でも、まあ、授業が終わってもいないのに、帰り支度始めちゃうとか、帰りたいばっかり言ってるとか、その程度の問題児だけどね。いろいろ寄り道しながら帰宅するんだけど、その最中、誰かの思い出の品を拾ったりとか、木の陰に剣が落ちてるとか、誰も知らない抜け道を見つけたりとか、そんな家にも学校にもないロマンを感じるっていうのが、ハイパー帰宅部。何ですかそれ？小学生ですか？そう。そんな小学生みたいな感覚を楽しみながら帰宅するんだよね。そういう変な女の子に振り回される男の子のお話ってことですね。そうだね。ちょっと読んでみましたけど、この男の子の佐藤俊くんも女の子の佐藤直樹ちゃんもちょっとリアリティなくないですか？へえ、そんなこと言ったら、これ系のボーイミーツガール的な漫画大体そうじゃない？いやまあそうなんですけど、例えばほら、俊くんとか、ああやって女の先輩に誘われて、早速のいい出会いになんか色々期待したりするもんなんじゃないですか？高校に入ってすぐに可愛い先輩と一緒に帰るとか、ワクワクしたりするんじゃないですかね。あんなに淡白な感じになるもんですかね。どうだろうね。この佐藤俊、中学の頃は相当サッカーに入れ込んでたみたいだし、それができなくなって、でも周りは部活の勧誘とかすごくて、ちょっとうんざりしてるみたいだったし、ハイパー帰宅部だって、まあ、要は部活の勧誘だったわけで、正直、最初は、まあ帰るついでだし、ちょっと付き合うか、程度だったんじゃないかと。じゃあ、まあそれはいいとして、直樹ちゃん、女の子の方、君もハイパー帰宅部に入らないか？ちょうどいい、君も来てくれ。こんな喋り方する人います？どうだろうね。パッと思いつくのは、鈴宮春日に出てくる、キョンの元カノだよね。佐々木さんですね。そうそう。確かに同じような喋り方してますね。まあ、佐々木の場合、そういう言葉遣いをする自分を、どこか客観的に見て面白がってるというか、周りの反応を楽しんでるというか、そういうところあったみたいだけど、高校入ってからそんな言葉遣いしていても、周りがあまり反応してくれなくてつまらない、みたいなこと言ってたし。つまり、わざと？ちょっとうろ覚えだけどね。でも、直樹ちゃんは天然っぽく描かれてますよね。佐々木さんとはちょっと違くないですか？私思うんだけどさ、いつもああいう風な感じだったら、きっと学校では結構浮くと思うんだよね。喋り方ですか？ロマンがどうとかも。ああ、全体的にですか？うん。でも実際にはそこまでクラスで孤立してるとかでもなさそうじゃない？ソフトボールの会とかでもまあまあそれなりな感じで、ちょっとぼーっとしてるけど、そこまでおかしいというか、浮いてる感じはしなかった。つまり、わざと？わざとというかさ、ちょっと喋り方変えて緊張を隠してたんじゃないかなって。全然知らない後輩の男の子に話しかけるのって、それなりに勇気いるじゃん？芝居がかっているというか、ちょっとキャラを作るというか、きっと一人で帰宅していた時は、帰宅中にロマンを追い求めるとは言っても、もう少しささやかなんじゃないかなって思うんだ。後輩ができて、ちょっと浮かれてるんじゃないかなと思う。ああ、そう言われると、そうかもですね。クラスの様子とか、ソフトボール以外、あまり描写されてないから、ちょっとわからないけどね。まるで、小学生な言動を除けばさ、佐藤直樹の考え方って、ちょっと共感できるなってのもあるんだ。直樹はさ、何かしらの部活に入るほどの情熱も、バイタリティもないんだ。それどころか、学校自体にもあまり興味がない。退屈だと感じている。朝起きるの辛いし、授業中は退屈だし、課題とかめんどくさいし、
学校楽しいかと聞かれれば、普通って言葉がポロッと溢れちゃう。勉強にも部活にも熱が入らなくて、周りとは決して仲は悪くなくとも、すごく親しい友人もいない。それなりにうまくは過ごしているけど、退屈で疲れる。退屈で疲れるって何ですかそれ。いや、何にも興味とか持てないなって時、疲れるとか割とそういうのあるよ。家に帰ればいつものルーチンだし、登校の時間だってこれから学校かって思うと、まあ憂鬱というほどではないにせよ、なんかだるいし。そんな中、帰り道、時間もそれなりにあって、そしたらいつもとちょっと違う道歩いてみようかなとか、ちょっと一息分歩いてみようかなとか、新しい飲み屋開拓してみようかなとか。サラリーマンのおっさんじゃないですか。あとは朝と昼と夜でも意外と景色って顔色変えたりもするじゃない？ちょっと怪しいネオンの看板とか。それ完全に夜に飲み屋探す酔っ払いじゃないですか。スマホ見ながらじゃなくて、すれ違う人とか看板とかお店とかポスターとか、そういうちょっと面白いものを発見しながら帰るのがちょっと楽しいというか。完全に朝帰り歓楽街のイメージしかないんですけど。ごめん、ちょっと飲み屋から離れてよ。無理ですって。もう、さっきちょっと佐藤直樹がすごく親しい友人がいないって話をしたけどさ、やっぱりこういうのって群れてる人にはわからない感覚だと思うんだよね。みんなで楽しくおしゃべりしてれば当然そういう景色なんかは目に入ってもそれを意識することはないだろうし、友人との付き合いを優先すると一人でいてもスマホばかり意識することが多くなっちゃうし。ああ、特に高校生はみんな SNS の通知ばっかり気にしてますもんね。そう。孤立してるとかではないにせよ、深く付き合う友人もいなくて、でもなんとなくうまくやれてて、それが疲れるなって感覚の人。そう考えると、そういう人意外とそこら辺に結構いそうですよね。でしょ？そういう感覚がわからないと全く共感できなかったりするから。逆に言うと、そういうのなんとなくわかるなって人なら、ぜひ読んでみてもいいかもですね。だね。ということで、今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。